こんちは。4G ハンマーソロ攻略のパート15始めていきます。今回は G さんの攻略です。まずは武器強化から。ソウエンツイリオフロギオ。この企画で話題にも出してた非属性ハンマーだね。倍率はかなり低いがその他の要素が優秀。匠紫40と非630を持ってるよ。外進20のおかげで期待値は1310程度あります。ギリなんとかなるレベルです。これは今回の攻略と今後を見据えて制作。G さんは非弱点の相手が多いです。最初はナズチからやっていくぞ。前回手置き車で締めたからな。恒例の肉質チェックだが、残打とか関係なくひどい数値だ。非属性がないと一撃討伐は難しいでしょう。透明化中はさらに渋くなります。打撃は頭こそ少し通りやすいですが、後ろ足が降下してて微妙です。そもそもこいつの頭は高すぎて殴りづらい。すぐ車庫入れしてくるし。ハンマーとの相性は悪いと思う。素直に双剣持った方がいい。今回後ろ足を殴る方向にしたんですが、これが間違いでした。手応えもなく効率も悪くて、一生面白くない狩猟となってます。慣れれば振り向きで頭も狙えるんだが、また情報収集サボっちまったんだよな。ナズチは細かい動きが多い。足が止まりやすい武器では張り付きづらいね。ブレス打つ時にグイッと引くんですよね。これが本当に慣れるまで厄介。というか、このプレイでは終始慣れません。だいぶ単調になってしまいました。取った後に TA を少し見たけど、だいぶ習熟に時間かかりそうだったね。TA もモンスターによってだいぶ印象が変わる。パッと見ですぐ参考にできるものがいいね。まあ、そもそもほぼ動画なかったですけどね。ハンマー TA は数が少ないです。むしろ、数が少ないモンスターの動画は貴重。参考文献自体が限られますからね。11年前はゲーム実況といえばニコ動だったかな。ちょうど常に移行し始めたくらいか。今や発売初日から情報動画が出まくるけど、当時は実践や掲示板で知るのがメインだったね。知られてないけど重要なものもあったりしますよね。我々も動画上げて知ったことが多くあります。前にも言いましたが、視聴者さんのコメントも貴重。我々より詳しい方たくさんいらっしゃいますから。なんか古代人の生き残りみたいでかっこいい。もう自爆霊になってるかもしれんが。我々もよく主体の亡霊と自虐しています。この肩書き気に入ってたりしますよ。さあ、3、4分経って移動してきました。ここもこのクエでイライラしたポイント。大寒かもしれんが、移動が異常に多かったね。モンハンドスも格やというレベルで定時退社してくる。他の武器種ではあんま感じなかったんだが、単調なプレイが続いてるからだろうか。で、いざ転倒を取ってもこのありさま、ろくに頭を殴れていません。立ち位置も適当なんで仕方ないんですが、早めに直接頭を狙う形に変えるべきでしたね。どうしようって思ったまま進んじゃったよね。これは本当に良くない。プレイしてて、これいつ面白くなるのって思ってた。黄昏持たせてくれよ。ナスチ TA といえば双剣の黄昏なイメージ。あれも強力な武器ですよね。とはいえ今回の企画では持てません。おとなしくハンマーで頑張りましょう。リオフロギオ自体はいい武器なんだが、使い手がへっぽこなの許してほしい。その後も同じような絵面が続きまして、20分針でようやく頭が破壊できました。この瞬間ちょっと安心したよね。マジで時間切れになるかと思ってた。ただまあ、頭が壊れても状況はあんま変わらない。移動先が見えるのは楽ではあるんだが。クシャルみたいな劇的な影響はないですからね。これで前進なんかでもしてたらよかったですが。殴ってる手応えがないのってきついよな。ヒットストップって大事だったんや。で、足を引きずったのはそこから数分後。さすがにちゃんとクリアはできそうだ。手置き車が10分針で片付いてたのに、やっぱりこの子だけ異質すぎますね。一応、彼らとはドスコリューで同じくくりのはずですが、ナスチだけはぶられがちなのも頷けます。能力が能力だしね。見た目からして正統派ではないし。そもそも、ドスのオフでもこいつはクリア後要素だった。手置き車とはコンセプト違ってるよな。ライス系では登場できましたが、次はいつになるんでしょう。ということで25分以上かかって討伐完了。残り時間10分の表示、久々に見ました。ずーっと苦しい時間だったな。しばらくやりたくねえや。地味な毒ダメとか血りもしんどい。体力とともに精神力もすり減るぜ。ま、何はともあれこれでドスコリューは制覇です。次のキークエに進むとしましょう。さあ、お次の相手はウカムルバスです。上位での雪辱を果たしましょう。上位ではぐだりにぐだって30分以上かかったからね。それよりは早く終わらせたいところ。あの後、TA を見て動きを少し勉強した。さらに今回はリオフロギオもある。非属性でも後ろ足張り付きはしません。別の立ち回りを取っていきますよ。ウカム戦といえば時間稼ぎことこの先行。これをいかに拒否るかが重要です。どうも下半身付近にいるとこれを誘発するっぽい。つまり我々が取るべきは上半身への張り付きだ。
ここで鍵になるのは胸破壊と肉質変化。胸を壊すとなぜか他の部位が軟化するぞ。属性まで軟化するのが大きいんですよね。20と25でもかなりの違いがあります。胸の打撃肉質がベース優遇されてるのもポイント。破壊後は弱点特攻まで通る最大弱点となります。数値としては斬撃の頭と並ぶ形だが、胸の方が安定して殴りやすいからな。ウカムの頭は意外に殴り続けるのが難しい。上下によく動くし。胸は胸でリスクが高かったりしますが、頭ほど外すことはない印象ですね。ヒイカリ時は積極的に潜り込んで攻撃していきます。距離を詰めるのと上半身に行くのが基本。振り向きも腹に向けてスタンプを打つよ。前回は頭めがけてたが。頭に当てようとすると微妙にウカムと距離ができる。こうすると次の攻撃を避けづらくなるんだよな。腹狙いは色々と理にかなってる戦法です。壊すまではひたすらこれでいいでしょう。あ、地面が陥没しました。これもウカム戦らしい現象です。アカムほどだるくはないけど、追いかけづらくなるのは一緒だね。胸が割れるまでざっくりカット。だいたい7分半くらいで壊れたか。若干破壊に戸惑いましたね。個体としては外れ寄りです。破壊したからといって多少攻撃が通るくらいですが、ひるみとかは多くなる気がします。相手のリアクションが増える感じはするよね。上半身ならどこ殴ってもそれなりに通る。あと地味にでかいのが腹に弾かれないことだ。胸破壊までは物理2中しか通らない。腹にはよく引っかかるんですよね。判定が広くて胸に近いので。胸は思ったよりも頭側です。首ら辺を殴ると吸ってくれます。頭側から近づくと殴りやすいね。リスクを恐れずに突っ込もう。あ、回転が暴発した。ブレスが来たのでヒヤッとしましたね。上位ではあれに殺されてしまいました。冷凍ビームは氷を打ち出してくるのも厄介。回避性能があるのでしっかり避けていきます。今のホームラン欲張らなかったのはいいのかな。さすがに突進考慮すると正解か。怒り中に手が出しづらいのが悩みだ。ろくな解決方法も浮かばんけど。スキルも全然漏れてないですからね。火力と曇りならひるみでごまかせそうですけど。あ、出てこないので定位置に出ますかねこれ。陥没した状態で移動すんのやめてほしいんですが。これ追いかけなかったら投げ払いビーム来るからね。どこいても微妙な気持ちになるわ。立ち上がっての方向なら地形戻るかな。それならまあええんだが。おお、ちゃんと戻りましたね。何ですかこの茶番は。で、そのまま先行でさらに時間を浪費してきます。ほんとこいつは。先行対処のコツはなるべく後ろに早く抜けること。1秒でも早く地上に出そう。怒り状態を無駄に消費してくれるから、そういう意味では美味しくなくもないか。まあ全然トータルマイナスですけどね。とはいえ突進連打されても困りますが。体力はかなり多いので、長期戦は避けられません。しっかり成長しつつ殴っていきましょう。また30分はごめんだからな。優しい行動ばっかで頼む。さあ、ウカム戦も大詰めなんですが、なんだかんだ20分はかかってしまいましたね。結構攻め重視してるつもりなんだけどな。ぶっちゃけ個体が良くないね。ひるみは取れてるが、追撃がうまくいってない場面も、これはこっちが下手なだけだが。腕や背中に吸われたりするんですよね。胸付近は部位の判定が密集しています。今更ですが、ホームランは前方向のリーチが短いので、本当に密着していないと当たりません。これがハンマーの一番の弱みかもな。もちろん練習次第でなんとかなるんだけど。大剣コンチャークとの差を感じるよ。あいつら全部リーチ長いし。ただでさえ火力で劣ってるのに、肉質と判定も足りてないんですよね。なんて愚痴ってたらウカム終わりました。20分51秒ですか。なんだかんだこのくらいはかかるか。匠も非属性強化もないしな。リオフロギオ自体はちゃんと答えてくれた。苦労して作った甲斐があったよ。ひたすらアオレウスの頭破壊マラソンしてました。しっかり天輪使っております。はい、ということでこれでキークエは一段落。G さんクリア前は意外に早いです。古竜3体とウカムで終わりだね。いずれも強大な相手だが。てなわけでここで研究が発生。いよいよゴグマジオスが登場だ。満を持してですね。G1 から聞いてた不穏が現実のものに。さすがに弱徳入り装備で挑む気はないので、決戦は次回にして準備をしたいと思います。ちょうど戦ってなくて素材が必要なやつがいてね。それをコンパートの締めにしたいと思う。はい、というわけで参りますローカル通信。自前のメインキャラのデータを使うよ。お古城のイベクエを受注していきます。これは条件が G3 以上です。見るからに相性悪そうな上ハンマーですが、この装備で大丈夫なんでしょうか。いや、ダメだったら困るんだけどね。その装備を更新するために狩るんだから。肉質はこんな感じだ。残高の差はあんまりないね。問題なのはやはり弱点への打点ですね。頭と胸、殴れなくはないんですが。怒り時は動きが早すぎて対応がやっとです。これも相当練習が必要な部類だと思います。
お古城はさすがに雷か竜が欲しいね。バーソーアデスも一応竜はあるが。立ち回りは無理をせずに足ダウンを取って、殴れそうなら頭と胸を狙おうと思う。対策スキルとしては高耳と回避性能がいいですね。耐震がないのはかなり不便ですけど。この子で最も厄介なのは高速攻撃です。これだけは食らわないように。解除してそのまま移動されてもだるいからな。とにかく張り付いてダメージを稼ごう。さすがに慣れてなくて距離感が減ったくそ。スタンプのが確実だな。この状態で頭に当てても美味しくないですからね。怒り時はもっと苦労しますけど。このイベクエ、サイズが大きいとかはないんですけど、銀冠個体が相手でした。超はどの武器でもサイズの影響でかそう。小さすぎず大きすぎず、がいいね。で、今プレイ見返すとなぜか足を狙ってます。直接胸行けばいいのに。自分で見ててもなんでかわからん。足ダウンを早く取れると思ったのかな。あらら、こづいてたら怒ってしまいました。ここで胸がだいぶ硬化します。とはいえ、まだ弱徳が通る範囲になってます。打撃でも外れなかったのは安心。状態変化で範囲外になるケースあるからね。スタンが絡まない部位だし当然だが。怒り時の頭を狙う隙は、振り向きにためにを当てるのが一番確実かな。ダメージ効率は悪いですけど、他に振り向きにできることもありませんからね。スタンプは狙うの難しそう。もろに反撃食らってるし。一撃は確かにでっかいが、まあ全然常識の範囲内だね。このイベクエ、お古城が出現する唯一の単体クエだ。こいつギルクエすら出ないよね。ですね、G 級探索には出現しますが、それも運次第です。そのため、イベクエなしでは極めて素材が集めづらい、有用な防具が多いんですけど。グリード Z は攻撃や切れ味がつく。一式では攻撃中と早食いしか発動しないが。パーツ単位では強力な部位があるね。攻撃の切れ味4スロ1の腕が強烈だ。その他、腰は貴重なバイカ防具です。GX 光点がない場合は選択肢。ネックは属性耐性でしょうか。全部位でマイナスとなっています。反逆王といい、なんでバイカ防具はマイナスが多いんだ。確かにお古城は属性耐性が低いが。さて、足ダウンが取れたんで胸を狙うよ。もう疲労してるわこいつ。ジョー君の疲労の蓄積は特殊な仕様。普通に歩くだけで消費するようです。そのため怒り状態は長く続きません。落差の激しいモンスターです。まあ、疲労だからって楽ではないんだけどな。防御ダウンがとにかく鬱陶しい。攻撃が不発になったりもしないし、これもジョーの形態の一つって感じかね。一応、今回は忍耐の種を持ち込んでいます。しっかり回復しながら行きましょう。さて、数分が経過しました。狩猟の方は順調なようなそうでないような。総合的にはあんまり手応えがないな。ハンマーのリーチが中途半端なのがきつい。だからかちょっと前のめりになってるかも。こいつも時間かかりそうで。怒り時や壁際での無理は禁物ですよ。なるべく体力は満タン近くを保ちましょう。あ、やばいやばい、体力ミリになった。追撃を冷静にかわしてエリチェンしよう。さすがに移りたくないぜ。まったく、言ったそばから、この子も多分周回がいるんで、確実に行きましょう。そうだな、油断大敵だぜ。あれマジかこいつ。戻ってきて1分も経ってませんけど。ああ、飛躍使ったそばから落ちちゃいましたよ。だから油断するなと言ったのに。盆踊りってあんな足元にも判定あったっけ。思いっきり出始めから食らったんだが。あのブレス、威力は80と高いんだよな。流耐性0じゃきついか。体力は半分ちょいってところでしたね。今の防御力だとギリギリに発圏内のようです。ここから強化しようとしても3中程度が限度。食らっていいのは1発までですよ。アクションゲームで2発食らったらアウトって厳しいよな。冷静に考えて。もう長年やってて感覚まひってるけど、モンハンも初心者にはだいぶ難しいゲームだな。最近の作品もシステム面が充実したとはいえ、高難度クエは普通に難しいですからね。慣れたら最高に楽しいんですが、その過程が厳しかったりします。4G だとなおさらね。見る分には楽しいけど、やるのは大変だよな。その後はそこそこといった内容で進行。さすがに打つは1回だけで済みました。盆踊りには最警戒で回避を入れるようにしといた。どうも技名からして油断しがちだぜ。暗黒盆踊りはプレイヤー間の俗称ですけどね。名前に反して威力は強力でした。だいたい20分くらいで弱りました。疲弊してたんで捕獲して終了。ちなみに、捕獲報酬では牙が出ないらしい。滅輪狙い以外は剥ぎ取りのが良さげ。よーし、それじゃあこいつの素材集め等々して、マジオスに臨むとしようか。次回は少し装備作りに時間を使った後、いよいよマジオス戦とする予定。正直乗り越えられるか不安なんですが、ここまで来たら最後までやり遂げましょう。早くもドキドキしてきたぜ。全国のハンマー使いに希望を届けたい。ほいじゃ、次の動画で。またね。